大人のテニス部始まるよ。皆さん、こんにちは。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。本日は一般の方のプレーをピックアップして解説していきたいと思います。よくあるミスや素晴らしい動きなど、個人的な意見も交えながら解説します。それでは始めましょう。1、まずは縦ロブからの展開。これを解説します。後衛が縦にロブを上げました。この時点で前衛はクロスからストレートに変わるので、クロスのままのポジションではケアしきれません。互いの前衛のポジションはここではなく、この辺りにポジション取りたい。すると、ワイドとセンター両方閉まる。そして、じゃあ次、ラリーが続いています。特にこのようにボールがサイドに行ったら、ここだといろいろ空いているように見えます。後衛が前衛にアタックしていきます。これ、アタックされた最後の人のポジションまずかったの何かわかるかな？アタックされた人がバックで回り込み気味に取ったのでセンターをカバーしに行ってる。そしてもちろんワイドが空くから抜かれる。センターケアはいいけど、センター締めるならワイドも締めるのがポジショニングの基本。センターによるのではなく、両方締めるにはどこに動けばいいかな？答えは斜め前に動く。そうすることでセンターとワイド両方締まる。2、前衛の動きと目線。解説します。リターンに合わせてしっかり前へ入りポーチをかける。素晴らしい。ナイスポーチです。しかし相手の前衛の選手はずっと同じ場所。味方がサーブを打って相手がリターンを打って自分がポーチを出ないなら、ここで相手前衛が前へ勢いよく走り出しているのを見て、あ、次ポーチ来るかもな。そして実際ポーチが来た時のためにポジション取りたい。実際ポーチがよく来るコースはこの真ん中のコース。だからポジショニングは相手が打つ時にはこの辺りにいておきたい。この時に大切なのが目線がどこにあるか。後衛が打つ時はリターンの人を見る。リターンが終わったら相手の前衛を見て、そしてキャッチのポジションに入りたい。3、平行陣の横並び問題。真横に並ぶとセンターよく抜かれるよね。横並びが抜かれやすいのは、ボールからの距離が同じになった時に手が出しづらい。それと、お互いが見えているために譲り合いが起こる。横並びはこれが起こるのでどうしても避けたい。この問題はどちらかが前に行くことで解決。前に行くと距離が変わってくる。こちらでも同じ距離が変わってくる。だから平行陣は前後差をつける。3、相手が2バック。ここで相手を前へおびき出す。そして縦ロブ。素晴らしいストーリー。揺さぶりをかける。しかしちょっとロブ浅くなった。前衛さん、ナイスポジション。ペアが浅くなったのを察知してしっかりキャッチ。帰った。そして相手が深くコントロールしたのをロブ。コントロールスマッシュ。無理せずに遠い方へしっかり返球する。そしてこれをストレートへ。これは攻め急ぎ。うまく相手を後ろへ下げているところまではとっても素晴らしい。そして相手はこの時点で後ろ平行。横並びを崩しやすいのはどこだった？センターだったよね。ここで彼女が取った選択はあまりにもリスキー。1、わざわざ幅が狭いストレート。2、ネットが高いストレート。3、コースの変更。しかもこのポイントは競ってるゲームポイント。リスクを追いすぎ。4、ポーチ。ポーチをクロスへ打つのは全然 OK。問題は打つ位置。クロスへ打つ場合は前衛方向へ打つよりもネットに近づきたい。相手の前衛側に打つ場合はネットの低い場所を通せる。だけどクロスの場合はネットの高い場所を通さなければならず、そしてセンターからは下がれば下がるほど
角度がつけられない。だからネットから離れるとクロスは難しい。クロスに打つならしっかりネットへ近づこう。パーフェクト。5、オフェンスを見逃すな。解説します。アプローチって出ていって、ロブが返ってくる。この抜けた後の2人の動き。戦闘力の高いポジションへ2人で移動。そしてこのポイントにはもう一つキーがあって、それはここ。このアプローチは高い確率でロブが返球される。なぜならロブの条件が揃ってる。1、スピンで軌道が高め。ポーチにかからない高さ。2、ボールが深い。かなり深いところへ入っていっている。3、相手が下がりながら打っている。ボールとともに後ろへ下がっている。4、打点が肩より上。バックの高い打点で打たされているため力入らない。5、ベースラインから大きく離れている。後ろに下がっているのでベースラインから大きく離れる。これだけロブの条件が揃っている。このアプローチを意図して打ってるか打ってないかの差はとても大きい。7、チェンジ後の打つ場所。解説します。縦に回されてチェンジ。縦ロブから相手は平行陣。さあ、どこに打つ？答えは、ここ以外。ここはポイントを失う確率高い。なぜなら、後衛は左に向かって走ってる。ということは、左へ体が流れる。それなのに、ストレートへ打ってしまうと、待ってました。ありがとう。前衛の動きの大切さ。解説します。この方に注目。この動作を入れることで、ボールには触ってないけど、どんな影響があるかわかるかな？答えはこの人を見ればわかります。後ろへどんどんと下がっていってくれる。そう、相手のポジションを下げることができます。そうすると、後衛の打つ場所が増える。この後の後衛もナイスショットだけど、前衛の動きがあってのポイント。素晴らしい、いい動き。9、相手が平行についてきたら、解説します。相手に平行を突かれて沈めようとしすぎてネット。このミスは相手にとったら一番ラッキー。なぜなら一番難しいファーストボレーを打たずに済むから。そんなに厳しくなくていいからボレーしてもらおう。意外にこのミスしてるよ。もったいない。10、中途半端な手出し。解説します。ラリーがつながって何とかしたいのはわかるけど、前に入らないで横動きのポーチ。相手にとったらありがとう。ポーチに行くときは前に入って相手にプレッシャーかけてからポーチに行きたい。そして前に詰めることで同じボールでもリーチが広がる。以上、よくあるパターンを解説してみました。ご視聴ありがとうございました。参考になった、面白かったと思ったらいいねしてくれると嬉しいです。インスタグラムでもテニスのいろいろ発信しています。覗きに来てね。チャンネル登録よろしくお願いします。See you soon!